皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日はやっと乗れたぞ2代目の Z11 型日産キューブのご紹介です。こちら 14S グレードベースに車椅子が乗せられるようになっている福祉車両となっています。ですので荷室や後席の仕様がノーマルとだいぶ異なる部分がありますのでご了承ください。ということで K12 マーチ C11T だ E11 ノートと日産コンパクトカーの黄金期を築いたこのモデルを見ていきましょう。全体のフォルムです。でかいワゴン R な初代から突然洗練されたスタイルとなりました。空前絶後超絶怒涛のフォルムです。フロントマスクです。後期型となるこちら、次の Z12 のテストのためか横長のヘッドライトになりました。初期型、中期型は四角い枠の中に丸めとなっていて、私は正直中期型までの方が好きです。サイドです。 B プラットフォームの車なので給油口は右側です。シンプルな直線ボディデザインに丸いオーバーフェンダーの組み合わせとなっています。今見ると味わい深く見飽きないデザインです。さらにバックドアが横開きのため左右非対称デザインとなっていて面白いです。 K12 マーチと並んで日産デザインの頂点の車だと思います。と言いつつ18年前の私はこのデザインの良さが分からなくて中古のティーダを買いました。タイヤは14インチでホイールキャップです。上位グレードだと15インチアルミになります。他にワッフル状のホイールや丸が重なったホイールキャップなどなどいろいろバリエーションがあって面白いです。リアビューはそのままだと商用車になりそうですが、非対称なリアウィンドウと下に集中したテールランプデザイン、そしてオーバーフェンダーでちゃんと乗用車に見えるのが良いです。アメ車っぽくも日本車っぽくもある不思議なスタイルの車です。しかしやっぱり後期型のフロントライトはボンネットを開けました。インシュレーターはついていないですね。バルクヘッド付近も特に遮音されてないです。カウルトップに車台番号の蓋があるところに時代と国内専用車感を感じます。エンジンは CR14DE です。こちらは K12 マーチやこのキューブと一部の AD 版に使われたのみです。ロングストロークで燃費重視のエンジンという触れ込みでしたが、実際あんまり燃費が良くなく、すぐ後継の HR 系にバトンタッチしました。トランスミッションはジャトコ製の F03A という4速 AT となります。1989年の日産時代に生産開始して以来、いろいろ改造されながら2024年現在でも AD や NV200 の 4WD で使われています。フロントサスはストラットでスタビライザーがついています。頭の部分には大きなキャップがついていて錆対策がされています。リアサスは車椅子昇降装置のためよく見えませんがトーションビーム式です。先がパイプ状になっているアームと巻き数の少ないスプリングが日産ですね。前席に乗り込みます。すごく自然に乗り込みが可能です。フロントシート座面は51センチと長く、座面部分のクッションが分厚いです。そのため長時間座っていてもお尻が痛くならずよくできています。ただしシートリフターは座面後ろだけ上がり、尻上がり寿になるタイプで残念です。これなら無調整でいいですね。座面が一番下でもボンネットはよく見えて、前方視界は非常に良いです。ちょっと奥の方にチルトステアリングのレバーがあります。調整幅は普通ですが、これで身長差があってもポジションを取ることができます。操作レバーが硬いのがたまに傷です。ステアリングはこのグレードではウレタンで、上のグレードだとオプションで皮巻きにできます。デザインは同時期のマーチ、ノート、T だとも違い、キューブオリジナルだと思います。そして前回のシボレー MW に続きまたコラムシフトでベンチシート、ベンコラの車でした。メーターはホワイトで見やすく、タコメーターもついていて良いです。液晶ではツイントリップと時間を確認することができます。後席に乗り込みます。スムーズに乗り込めますが、足元は意外に狭めです。窓は 100% 開きますが、横3割くらいは開かないのでなんか怪しい絵面になっています。リアシートは座面が46センチと普通の長さです。シート高さは36センチあり、足元の広さは福祉車両のため22センチと狭めになっています。シートスライドしますが一番前にした時は膝が詰まって計測不能です。シートクッションは硬くて厚めで座り心地は良いです。リアシート全体です。普通のグレードだとリアアームレストがついていますが、こちらはレスです。足元フロアはフラットになっています。中央ヘッドレストはありません。中央席は2点式シートベルトになっています。
このシートベルトがシートに埋まっていたので見つけるのに難儀しました。中央席は意外と座りやすいですが、アームレスト付きグレードだと背中部分を硬く感じそうです。ノーマルグレードだと後席足元はあと10センチくらい広くなるはずです。また取り忘れてしまいましたが、リアシートバックはリクライニングするためまったりとくつろぐことが可能です。インパネも外観同様、直線基調で角が取れた四角で構成されています。メーターとインパネの形はアルファベットの P をモチーフにしているそうです。ドアトリムはほぼプラですが、肘の当たる部分はシートと同じくドット柄のファブリックが貼られています。アームレストポケットには縦にスマホが入ります。ドアポケット部分は深くてツーリングマップルが入りそうです。ドリンクホルダーはありません。インパネの両端に引き出し式のドリンクホルダーがあります。ホールド性は良いですね。下のエアコンルーバーが四角いのがこだわりを感じます。ステアリング下にはトレーがあります。物が落ちそうで怖いです。コラムシフトの横にはキーが入れられるポケットがあります。シボレー MW に何か似ていますが、こちらはインテリジェントキーなので使い道があります。ハザードは丸ボタンです。四角いボタンだと良かったですね。2D オーディオの下には物入れがあります。このスペース、ごっそり外してナビなどに入れ替えても良さそうです。エアコンのノブ関係は K12 マーチと同じですね。ただし風量や温度のパネルはマーチと違う独自のものとなっています。下には懐かしの灰皿と凝ったカバーで覆われたアクセサリーソケットがついています。さらにその下には公園の遊具のようなネットになっている物入れとコンビニフックがついています。この周辺がキューブの収納力のすごいところになります。フロントシート中央のノブを倒すと2つ分のドリンクホルダーが出てきます。華奢に見えますがペットボトルの固定力は高いです。アームレストは収納があるため表面が硬いのが残念ですが、中にはスマホやベースブレッドが置ける広いスペースになっています。さらにアームレストの下が開くようになっています。ペットボトルを平置きできる深さの収納がついていて、小物をガンガン置けます。置き忘れに注意ではありますが、ベンチシートのデッドスペースをうまく使っていますね。助手席前のボックスは四角いドット柄でおしゃれです。サイズは控えめですが、開いた蓋にカードを2枚挿すことができます。ガソリンスタンドのカードなどをサンバイザーに引っ掛けておくより温度の面で安心できます。下のトレイはボックスティッシュを入れるのが限界で、グローブボックスは車検証一式で埋まります。とはいえこれだけあれば十分かつ他の収納がたくさんあるので利便性は高いです。後席については両方のシートバッグにポケットがあるのでそこにドリンクが置けます。普通のグレードだとアームレストがあるのでそこにさらにドリンクホルダーがつきます。リアドアポケットにスマホを立てることができます。リアドアトリムにもちゃんとファブリックを貼っていて良いですね。天井周りはこんな感じになっています。マップランプは懐かしの豚鼻タイプです。荷室ですが、横開きの特徴的なバックドアを開けると車椅子乗降用のラダーやスペアタイヤが入っています。なので今回は荷室の計測はなしです。この車では電動でラダーを展開し、リアシートを前に折りたたんでスペースを作り、車椅子の型を中央に固定するようになっています。この装備で車重が増え、ノーマルに対してプラス90キロの1170キロとなっています。ラダーの展開は操作が複雑そうでちょっとパスしますが、リアシートが倒せるので倒してみました。軽く倒れてくれてかなり広いスペースができます。とりあえずスペアタイヤの存在感が大きいです。バックドアは積載の関係で下まで延長されていますが、通常グレードにあるポケットはちゃんとついています。他にもラゲッジ横のポケットがあったり、いろいろ引っ掛けられるフックがついていて凝っています。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。一般道です。同じ B プラットフォームの K12 マーチと比べるとロードノイズは1レベル高く遮音されており、乗り心地はひょこひょことはしますが、当たりが柔らかく角が丸められています。分厚いシートと相まってキューブマイルームというコンセプト通りの包まれ感を感じます。
ブレーキは踏んだ分だけ効く感じで、初期制動が強いタイプではないです。リニアで良いのですが、ちょっと効き自体が弱いと思いました。発進は 1.4 リッターエンジンだけあって力強いですが、後発の HR12DE の方が発進トルクはより強いように感じました。4AT は1速と2速のつなぎが分かるうにょっとする感がありますが、K12 マーチ初期の粗いつなぎ方より改善されています。狭い道です。真四角のボンネットが視界に常に入ってくるので運転しやすいです。オーバーフェンダーなのですが、ドアハンドルが同じくらい出っ張っているので、サイドミラーの視界にドアハンドルを入れて運転するとより安心して運転できます。バイパスをそれなりのスピードで走っても静かめで快適に走ることができます。ロードノイズより四角い形から来る風切り音の方が目立ちます。あとはこのエンジン、3000回転くらいからパワーが出て本気になる感触です。最近のエンジンの低速からパワーが出てくるフィーリングに慣れているので新鮮です。 R33GTR 以来のつくばーさんにやってきました。上りと下り混合です。福祉仕様で1170キロと重めなので加速はいまいちかなと思いましたが、踏むと2速にキックダウンして力強く上ります。また背高の四角いボディかつ柔らかめの足だったのでカーブは苦手かなと思いきや、ある程度のところでロールが止まって安定感があります。下りでも踏ん張ってくれて意外や意外に走ります。ステアリングは重めですが、狙ったラインで走れて切り足しや戻しが必要なく走りやすいです。純粋なスポーツカーみたいにガンガン攻めるまではいかないですが、山坂道を楽しく走るには十分な性能があります。ただエンジン音はブーンという音質で、まあ普通ですね。高速道路にやってきました。今回は制限速度的に60キロから100キロのタイムを計測します。はい。タイムは9秒259でした。この感じだと120キロは13秒くらいの雰囲気です。ちなみに今後70キロ100キロタイム測定に変えようか考えています。60キロスタートというのがなかなか厳しいためです。90キロ前後は走りやすいです。箱型ですが意外に直進安定性が良く、段差もうまくソフトにいなしてくれます。ノイズは一般道同様に道路からというより上からの風切り音が目立ちます。100キロ時です。この速度域になるとこれまでソフトにいなしていた段差からの衝撃が強くなって、ドゥンドゥンという感じでお尻に振動が伝わってくるようになります。直進安定性に問題はないのですが、やや下回りがドタバタして余裕がなくなってきます。また車線変更時ですが B ピラーが結構太く、それが左右の視界をやや遮るため余裕を持った運転をした方が良さそうです。178キロ走って燃費は 14.8 キロリッターでした。古い 1.4 リッターエンジンで 4AT、 さらに約 1.2 トンの車としては意外に良い数値です。さて Z11 キューブの5段階評価ですが、評価は4、良質です。後期型は顔の好き嫌いはありますが、この全体のデザインは絶品です。サイズ感も日本の道に合っていて運転しやすいです。ユーティリティが豊富で、かつ乗り心地の良さと静粛性の高さがあり、なのに山坂道も踏ん張るというスタイルだけでない性能の高さも魅力的なポイントでしたね。思った以上に性能が良かったこのキューブ、次回は後継の Z12 型がどういう進化を遂げていて、なぜ2024年現在日産がこの車を作っていないのか考えていきたいと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。
さようなら。